ダメだと思って取ります。途中から変わってるかもしれない。マイクテストです。テストです。マイクテストします。6時半からこちらで講義講座を行います。今から参加されている皆さんの本が引いてあるんですけれども、その中に入っていただいて、左右にですね、ウィング伸ばすような状態で、いきたいと思います。この外務省をですね、半分包囲するような形でやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。こちらが、メインステージとなっていますけれども、ウィングを広げるような形でやっていこうと思っていますので、左右に広がってください。よろしくお願いします。ただいまマイクのテストを行っています。マイクのテストを行っています。世界中でイスラエルに抗議する塚田さん、皆さんを見ています。日本でもイス塚ラエル田さん、に対して戦いましょう。皆さん、人間はこの愚かな蛮行を認める力があると信条ではありませんか。人類を信じて戦いましょう。塚田さん。皆さん
そういうことになっている感じになっている。全部の尊厳。希望
チェックチェックチェック。大丈夫かな？チェック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 。チェックチェック。大丈夫？UD トーク機能するかな？お集まりの皆さん、こんばんは。もう本当に寒くなりました。この寒い中ですけれども、この外務省前での抗議行動に参加された皆さん、今からですね、約1時間ほどですけれども、外務省に向けて、声を上げていきたいと思っています。今日はですね、スピーチ、そしてですね、スプレーコール、合わせながら行動を行っていきます。また、これから参加される皆さんにお願いです。この今回の行動、外務省ですね、前抗議行動と言ってますけれども、たくさんの方が集まることが予想されます。ぜひですね、外務省を取り囲むようにですね、集まっていただきたいと思っていますので、このマイクが聞こえる範囲でいいので、ぜひですね、伸びて、ください。取り囲めるようなそんな状態にしていきたいと思いますので、ぜひですね、入れるところ見つけて伸びてください。よろしくお願いします。それではまず最初に外務省に向かってスプレーコールを上げていきたいと思います。フリーフリーパレスチナ、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 フリーフリーガーザ、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 ストップストップジェノサイド、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 虐殺に加担するな、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 日本政府は努力しろ、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 停戦に努力しろ、停戦に努力しろ、停戦のために努力しろ、停戦のために努力しろ、日本政府は努力しろ、日本政府は努力しろ、虐殺に加担するな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 、フリーフリープレスナ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 、ストップストップジェノサイド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 、フリーフリーガーザ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 、ガザを解放しろ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 、虐殺やめろ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 、爆撃やめろ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 、今すぐ停戦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 、子供を殺すな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 、虐殺やめろ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 、加担するな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 、虐殺に加担するな、虐殺に加担するな、日本政府は努力しろ、日本政府は努力しろ、日本政府は虐殺に加担するな、日本政府は虐殺に加担するな。ありがとうございます。それではですね、今日の主催者の挨拶と兼ねてですね、この間の外務省との私たちのやり取り、今日も申し入れ書を用意してきたんですけれども、
受け取るとか受け取らないとかかなり2点3点したんですね。そういったことの点末とか含めてですね、高田健さんにお話しいただきたいと思います。高田さん、よろしくお願いします。皆さん、寒い中お疲れ様です。今日の私たちの行動の目的は、外務省に対して私たちがこの間の日本政府の取っている態度が曖昧だし、ちゃんと今度の問題にはっきりイスラエルの虐殺に反対する立場に立てという私たちの要求を伝えることを一つの目的としています。そういうことで、上川大臣に対する要請文を用意してあります。後でご紹介しますけれども、この要請文を今日は外務省の当局に伝えようとしました。中東一家というところが、パレスチナ・イスラエルの問題を担当している部署のようですが、当初私たちはそういう趣旨で要請文をみんなで持っていくと、そして代表が外務省に渡したいので、外務省の方から出てきてください、そういうことを言いました。いろいろ話しているうちに、中東一家はその6時45分頃はもうほとんど人がいなくなるので困るっていうふうな話をあだこうだやってるうちに、外務省の他の役人でもいいですかって話になったんです。外務省の役人が受け取るんであれば、それは別に我々から中東一家が出てこいと特別に名指しはしないということで、6時45分に外務省の中東一家ではない人が、外務省の省員が出てくることになったんです。やり取りの中では、ここにいる H さんたちが受け取るなんて方法もあるのかないのかとか、いろんな話になったんですけれども、そういう文書をこの H さんたちが受け取るっていうのはありえないから、やっぱり省員が受け取らなきゃいけないということで、省員を6時45分ここに来ることを約束したんです。それで話は終わったの。そしたら翌日、昨日のあの話はちょっとまずかった。撤回するって話になったの。何を言ってんのってものすごい怒ったんですよ、私も。ちゃんと役人が我々に受け取ると約束したのに、翌日になってあれはまずい、受け取れない、そんな話があるかということで随分やり取りになったんですが、最終的には約束しなかったって途中から言い出して、それを言い出して、本当嘘なんですね。だから約束したのに立場がなくなって約束しなかったって言い出す。そして別な人も出てきたんですけど、その人は軽率な話をしてしまったようだと、いろいろ申し訳ないって、そんな話があれこれやり取りがありました。細かい報告をしてもつまんないのでやめますけれども、一旦受け取ると言ったのを受け取らないという、それでまたアメリカ大使館と同じですよ。郵便で出してくれみたいな、それをするんですよ。我々は直接渡したいんだっていうことになって、そして私は昔外務省に対して要請文を渡したことも何度も経験がありますから、昔はちゃんと受け取ったではないかということをいろいろ説明したら、日にちを変えて、6時45分にはいないからいる時に受け取るということで、今話は、来週の金曜日ぐらいに外務省にちゃんと中に入ってその文書を渡すか渡さないかって話になってるんです。それをやってもいいみたいな話になってるんですけど、私たちは目的は届けることだから、どういう形かで届けよう。それは配達証明でもいいし、もう話し合いでもいいし、それは皆さんと相談した上で届ける方法を考えたいと思います。
いずれにしても日本の役所というのはそういうデタラメなとこだっていうのが改めて分かりました。一旦約束したものを翌日都合が悪くなって撤回する。で、ちゃんとごめんなさいとも謝らない。そういう経過がありました。それはそれとして今からそれを紹介してもらいますけれども、私たちは今日の講座を通じてその要請文の指示をみんなで貫徹して外務省にきちんと抗議の声をここで届けたいと思います。実際たくさんいますからね。外務省の職員は10時11時まで仕事をしてますから、私たちの声はきちんと届くと思います。今日寒い中ですけれども頑張ってこの講座をやり抜きましょう。ありがとうございます。流れ作りばっかりやってるんじゃないよ。ありがとうございます。今話にあった通りですね、もうこれだけ明かりがついてるじゃないですか。いるんですよ。たくさん外務省の職員たくさん出てきてますし、ここに出てきて文書を受け取るぐらいどうしてできないのと、それが外務省の態度なんですか。本当にひどいと思います。後日取りに来いとか取りに来るなとか散々いろんなことを言ってですね、一体日本政府はどうなっているんだと、これが役所のやることなのかと、本当に恥を知れということを申し上げたいと思っていますし、今後その一生懸命みんなで作った文書をどう取り扱うかということも仲間と相談していきたいと思いますので、また後々ですね、これはどうやって取り扱うかということは皆さんに報告していきたいと思いますが、大変本当に怒ってます。あまりにもひどいです。今日もこれだけたくさんの人が集まって日本政府は虐殺に加担するなと当たり前のことを言っているにもかかわらず、その文書を受け取らないとは何事なんだと怒りの声をですね、この後またぶつけていきたいと思いますが、どういう文章をですね、私たち作ったのかということを読み上げていただきたいと思います。共同センターの高橋さん、よろしくお願いします。バックばっかりやってんじゃないよ。では私から読み上げさせていただきたい、読みたいと思います。よろしくお願いします。緊張しております。外務大臣上川陽子様、ガザおよびヨルダン川西岸におけるイスラエルの国際人道法を含む国際法、国連決議などを無視したジェノサイドと蛮行を直ちにやめさせる行動を求めます。10月7日のハマスのイスラエル奇襲攻撃に対するとして称してイスラエル政府と軍がガザで行っているハマス殲滅作戦は民間の市民に2万人を超える死者、5万人を超える負傷者、8000人もの行方不明者を出し、その中には多くの子どもや女性、高齢者が含まれ、犠牲者は今も増え続けています。その実態は民間人の保護を命じる国際人道法や2回の国連総会決議の精神も踏みにじるもので、世界中でジェノサイドだ、即停戦をという声が上がり、それが大きな国際世論となっています。上川外相が主催された G7 外相会議の共同声明では、イスラエルの自衛の権利は国際法に従うことが前提とされ、一般市民の保護及び国際法、特に国際人道法の遵守の重要性を強調していますが、国連事務総長はイスラエルのガザ侵攻は国際人道法違反として国際人道法違反と指摘しています。しかも国際司法裁判所は2004年非占領地からの脅威に対して占領国は自衛権を行使できないとの意見を出しています。しかしあなたはイスラエルに対して一般市民の保護や国際人道法を含む国際法に従った応答を要求してきたというだけで国際法に違反するとの認識を示していません。これは事実上イスラエルの行動を容認するシグナルに他なりません。また共同声明では戦闘の人道的休止を指示しましたが、それは短期間に終わり、
ガザの戦場はさらに深刻化しています。双方、特にイスラエル政府には即時停戦こそを求めるべきです。また G7 共同声明では、イスラエルとパレスチナ双方の人々が安全で尊厳あり平和に暮らすための平等な権利を有すると明言し、ガザの悪化する人道危機に対処するための緊急行動を取る必要性を強調し、食料、水、燃料およびシェルターを含む一般市民のための妨害させない人道支援並びに人道支援従事者のアクセスを可能としなければならないと指摘しています。しかしネタニヤフ政権はこれら全てを無視して住宅をはじめ病院、学校、教会、避難キャンプを含むガザ全域のへの空爆や砲撃、市民射殺を続けています。その実情はガザ市民からの直接の報告だけでなく、国連の関係機関や国際人道支援団体、世界中のジャーナリストからも日々具体的に伝えられています。日本政府として明確にイスラエル政府に対し、このような非人道的作戦を直ちにやめるよう要求し、ガザ市民の国際支援機関、団体への資金、物資の提供や専門の支援要員の派遣を緊急に行うべきです。さらにイスラエルはヨルダン西岸地域でもパレスチナ人を襲う人権入植者を武装化し、抗議するパレスチナ人への武器使用や大量逮捕を行っています。占領地への入植や領土併合には明らかな国際法違反です。これらに対しても日本政府として明確に批判し、パレスチナ住民への暴力を直ちにやめさせ、入植と併合を撤回させるため、具体的な外交的、経済的な制裁措置を含む行動を取るべきです。私たちは日本政府がイスラエルともパレスチナとも外交関係を有している承知しています。またご案内の通り、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から逃れ、平和のうちに生存する権利を有すると確認するとの憲法全文および平和主義の第9条を持つ国として、米国の顔色を伺うのではなく、即時停戦に積極的イニシアチブを発揮し、以下のような実効的な措置を取ることを求めます。人々の生命と尊厳、中東の公正で永続的な平和の実現のために、一つ、国連安全保障理事会での停戦決議の採択に向けて拒否権を行使しないよう米国を説得すること、一つ、国際刑事裁判所があらゆる当事者の戦争犯罪等を調査し、容疑者を起訴するために必要な支援を行うこと、一つ、日イスラエル投資協定を破棄し、日イスラエル経済連携協定に関する共同研究を停止すること、一つ、日本国防衛省とイスラエル防衛省との間の防衛交流に関する覚書を破棄すること、以上です。パレスチナに平和を、緊急行動参加者一同、以上です。こういった文章をしっかりと届けていきたいと思うので、また皆さんに届けたら、報告したいと思いますが、本当にひどいです。この取り扱い、こんだけたくさんの方出てきているし、こんだけ明かりもついてるってことは中に人がいるってことですよね。なんで取りに来てくんないんですか？ひどいと思うので、もう一度外務省に向かって皆さんと一緒に声を上げていきたいと思います。虐殺やめろ！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 フリーフリーパレスチナ！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 フリーフリーガザ！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 ガザを解放しろ！ガザを解放しろ！ガザ
またリレートークを続けたいと思います。パキスタン協会の協会長いつも来てくださっています。今日も来てくださっているのでスピーチをお願いしたいと思います。今日このそういうところで皆さんが座っていることは平和を求めたい、また日本政府に抗議をしたいことでここに集まったことは本当におめでとうございます。私が言いたいのはね、日本政府は日本の国民がね、第二戦争の時は被害をすごい被害を報復されてすごく被害を経験をしてますよね。だからその気持ち日本政府が覚えてないですか？今の変わっててもそれはことは一緒でしょ。どうしてそのことが今ガザとかパレスチナに起きてるんじゃないですか。2万以上の人たちが殺されて、その中で8歳以上の子供たちも殺されてね、そういうことは日本政府が平和憲法を持ってて見ることができるんですか？私が質問したいね。私もあれは日本人のお父さんですよ。私の子供たちだけじゃなくて、私の孫もね日本人です。日本に住んでいます。生活しています。今度の日本はどういうことなの？どういう日本にしたいんですか？戦争する？戦争したい？戦争する？約束続ける？そういう国にしたいのか、それとか平和の国にしたいのか、それは考えるべきであります。考えなくちゃならないですね。だからどうしてそれ平和憲法を持ってて、今が変わってきてアメリカの圧力でイスラエルサポートしてるのは、それで殺し合い、虐殺をずっと続いてるんじゃないですか。そのために日本の努力はどこにあるんですか？どこにそういう努力、協力とか努力はどこにあるんですか？それをそのまま殺されてね、一人の人とか一人の子供を殺されても大変なことじゃないですか。そのために我々がみんな働かなくちゃならない。それを助けなくちゃならないですね。日本は今まではずっとどっかにそういう大変なことがあったらすぐ援助してくれてたんじゃないですか。お金でも物でも何でも送ってくれたんじゃないか。今回はどうなんですか？今回はあそこ水もないよ。あざり水もない、食べるものもない、薬もない。それから病院も殺されてる。教会も殺されてる。教会も殺されてる。どういうことをサポートしたいんですか？どういうことをしたいんですか？今までの日本は皆世界中でね、すごく褒められて、または好きになってて、日本のものをよく買って日本の経済を助けてるんじゃないですか。私も一つ輸出の会社を持ってて、日本のもの、古いものでも新しいものでも送って、それで外貨を稼げて、この経済を助けたんじゃないですか。それで皆さんが世界中で日本のいい顔をなんで潰したいんですか？いい顔をなんで悪くしたいんですか？今は世界中で世界の皆さんがどこの国民でも日本はいい国、日本は平和の国、日本は素晴らしい国。だからそういうイメージを悪くするのは今のやってることがイメージが悪くなる。悪くなれば日本はどうなりますか？そうなってもいいんですか？それを考えるべきじゃないですか？外務省は一応私もいろんなことで何回も外務省に相談に行ったり、まだ抗議も出したりしたことがありますけど、いつもそれを受けて話を聞いて受けて相談したんですね。ベルマの時もそうだったんですね。それからバングラデシュの時もそうだった。パキスタンにその地震があった時もそうだった。全てのことを日本が助けてくれました。今はどうしてそういう人たちを
助けないんですか？助けようと思えないですか？また前の政治家はよくアメリカに対して何かそういうことがあったらいろいろ説明して納得させたんですね。今もそれをアメリカに従うんじゃなくてアメリカに対して説得するべきでございます。説得しなければならないことです。それは皆さん、私たちの皆さんの声です。それは日本の皆さんの声です。それは世界の皆さんの声です。日本はいい国だから、良い人たちの国だから、なんとかそういう顔を滑らないように、それが顔が悪くならないようにやってなくちゃならないことを守ってください。それは私が日本の総理、必然祭に対しても、外務省に対しても、それのことを何とかしてもらいたい。ありがとうございます。フリーフリーパレスティーナ、フリーパレスティーナ、フリーフリーパレスティーナ、Stop genocide, stop genocide, stop genocide, stop genocide。今でもすぐ停戦。だから私たちのそういう声は悪い声ですか？良い声ですか？悪い声ですか？フリーパレスティーナをフリーするために私たちが声を上げてるのことはこれは良くないことですか？答えてください。それは質問だから、あなたたちは今が答えなくてもいつかにはそれをこの質問答えしなければならないと思います。だからそれを明日やるより今日やってください。お願いよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日はパレスチナ人の女性2名が今日来てくださっています。スピーチをお願いしたいと思います。まず最初に、ウィアマさんよろしくお願いします。通訳の方も来てくださっています。ありがとうございます。Good evening, everyone. ちょっと寒いですね。はい。ありがとうございました。ちょっと英語でスピーチをします。On September the 30th, the year 2000, I was 5 years old. We opened on a channel called France 2, who was live broadcasting from Gaza, crossfire between the military forces, the occupation forces, and what they called the police security force in the Palestinian territory. On the screen, there was a man with his son hiding behind a cylinder, a concrete cylinder. The kid looked about my age, maybe a bit older, and he was screaming, and his father was trying to protect him. He was trying to hide him behind him. In 2000年9月30日、私は5歳でした。テレビがついていて、フランス2というチャンネルがかかっていました。そこではガザで起きていた占領軍とそのテレビ曰くパレスチナ地区の保安部隊の間の戦いを実況している放送でした。そこにはある男性とその息子が映し出されていて、息子の方は私と同じくらい、もしくは少し年上に見えました。2人はコンクリートのブロックの後ろに隠れて銃弾を避けようとしていました。The kid, his name was Muhammad al-Durra, was shot, and you can see him lying on his father's lap.
Jamal Ad-Durra, who had passed out behind the concrete block. 大声で叫んでいる息子をお父さんは自分の背中の後ろに隠し守ろうとしていました。その子供の名前はモハマド・アルドゥーラ。モハマドは撃たれ、父親ジャマール・アルドゥーラの膝の上に横たわっているのが見えました。ジャマールはコンクリートのブロックの後ろで失神していました。You could see it on TV, on live TV. The kid had died. The Frenchman who was reporting over this live stream was an Israeli Jewish journalism veteran called Elderlin. He reported on live TV that the kid had been killed by Israeli fire. The Israeli forces, the government, called this kid and his father actors. Although they first admitted they were responsible for his death and called the reporter and the cameraman liars afterwards. Muhammad had been killed. He was a victim, and they pointed at his dead body and denied his death and called his father a liar. ジャマールは亡くなりました。テレビで見れたのです。子供が死んだところを。実況を担当していたのはフランス人男性で、名前はエンダーリン。彼はユダヤ人であり、イスラエル人であるベテランジャーナリストでした。彼はイスラエル軍により子供が殺されたところを生中継で報道したのです。イスラエル側は初めは彼らの死に対する責任を認めたにもかかわらず、その後この子供と父親は役者だと言い張り、このジャーナリストもカメラマンも嘘つきと呼びました。モハマドは殺されました。殺されたこの子供の遺体を指さし、死までも奪い、その父親を嘘つきと呼ぶのです。On October 15, 2023, this year, Jamal Al-Durra saw two of his brothers who were killed by Israeli missiles in body bags and buried them. He keeps burying his family over and over again. I thought of the child, Muhammad Ad-Durra, every day of my life since I was 5. 今年の10月15日、ジャマール・アルドゥーラは2人の兄弟がイスラエルのミサイルに殺されるのを目撃し、彼らを遺体袋に入れて埋葬しました。彼は何度も何度も自分の家族を葬ってきています。私は5歳の時から毎日モハバドのことを思い続けています。To assert a lie that covers the truth is easy. It is a tool of oppression because it becomes exhausting for you, the listener, to find the truth. I think people attending these protests are not thanked enough. So thank you for your patience and empathy, but I have one request. Please continue learning, especially about the stories of Palestinian people. We are here on this earth to help each other out, I think. We have everything beautiful we have because of the human connection we have with one another. And despite everything that keeps us apart,
Learn more about people around you, because when you do, you learn more about yourself and your struggles, and the people around you and their struggles. So when Palestine is free, you can look at yourself and say, I asked questions, I learned these stories, I helped people become free, because no one is free until everyone is free. 真実を隠す、嘘をつくことは簡単です。これは抑圧のツールなのです。聞いているあなた方が真実を見つけ出すことを大変にさせるのです。このようにデモに参加してくれている人たちに感謝の言葉は言って尽くせません。皆さんの忍耐強さと共感の力に感謝いたします。私からは一つだけお願いがあります。どうか学び続けてください。私たちはお互いを助け合うためにこの地球にいるのだと私は思っています。私たちが持つすべての美しいものは、私たちを引き裂こうとするすべてのものがある中でも、人間同士お互いとつながり合ってこそあるのだと思います。周りの人から学んでください。それは自分をもっと知ることになり、自分自身の戦いや苦労も知ることになり、周りの人を知り、その方々の戦いや苦労を知ることになります。そうしてパレスチナがやっと自由になった時、あなたは自分自身のことを見つめてこう言えるでしょう。あの時私が何が起こっていたか見ていた。人々が自由になることを手伝ってきた。なぜならすべての人が自由でなければ誰も自由ではないから。 Thank you all so much. Thank you. Free, free Palestine. Free, free Palestine! 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 Free, free Gaza! 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 Free, free Palestine! 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 Thank you all so much. Thank you. リアムさんどうもありがとうございました。それでは続きましてヌラさんよろしくお願いします。はい車を入れます。よいしょ。皆さん大丈夫ですか。アメリカさんに呼ばれたのかな。大務省頑張れ。こんばんは。呼ばれたのか。みんなになるな。初めてのスピーチですデモに来ていただいている皆様、外務省の方の皆様、寒い中皆さんを集まっていただいて、みんなを見守っていただいて誠にありがとうございます。押してあげてください。1947年、パレスチナのヤファというところにスライヤという人が住んでいました。スライヤはファッションデザイナーでした。子供の時から洋服が好きで、洋裁教室に通って17歳の若さで自分のアトリエを作ることができました。
結婚して子供が男の子1人生まれました。1948年にある日の朝、起きて外が騒がしいなと思って出たら、人が道の中射殺されていました。シオニストのミリシャハガナというグループが町の住民を殺していました。町の家を次々と火をつけていきました。次はスライヤの家でした。スライヤは子供が1歳の時で旦那が家にいなかった。ハガナの人が家を出なければあなたも子供も家も全部火をつけますよとスライヤに言いました。スライヤは1歳の子供を抱いて家を逃げて、親族の人が用意していたトラックに乗って次々とアジャマ、カルバタ、リッダ、ナブルス、そして最後にガザ地区というところにたどり着きました。何ヶ月もかかった旅でした。その旅の中、今のガザ地区の人が苦しんでいる様、飲む水がない、どうしても飲みたいときは井戸の中の虫がいっぱい入った水をネットでフィルターをかけて飲むしかなかったり、テントの中で病院に行けずテントの中で出産したり、普通慣れているシャワーもない、トイレもない、残酷な旅をなんとか乗り越えてガザ地区にたどり着きました。そこで旦那がエジプト軍に入隊することができ、旦那は車の修理師でした。そのまま家族とエジプトへ難民として帰りました。エジプトで戦争が終わるまで待とうと思いながら、スライヤはファッションデザインの仕事をまた再開し、なんとかお金を少し貯めて子供に食べ物や飲み物や生活できる程度のものが用意できました。しかしスライヤは亡くなるまで自分のヤファにいる町に戻ることが許されなかっただけではなく、その時住んでいたサラマという町の名前すらが消えました。今やカファール・シャリブのイスラエルの一部になりました。もう戻ることができない。自分の子供も自分の孫も一切
ヤファを見ることがなかった。スライヤは子供にできるだけのいい教育を用意しようとし、エブティサムという娘が生まれ、エブティサムが人たちが苦しまないよう私は医者になりたいと、大きくなったら医者になりました。今や婦人科です。そしてエブティサムが結婚して2年でヌラという女の子が生まれました。私です。エブティサムはお母さんです。スライヤは私のおばあちゃんです。1948年です。同じ物語です。何度も何度もパレスチナの人は諦めず、なんとか世の中に貢献しながら自分の物語を言い続けました。2023年になんとおばあちゃんが言ってくれたことがもう一回起こると思ってなかったです。私がいたら、私の友達がいたら絶対なんとかできただろうといつもおばあちゃんの話を聞きながら思いました。今回こそなんとかみんなと考えて頑張って話して理解してもらってちゃんと聞いてもらってちゃんと解決策を導いていきたいと思います。みんなで一つになって今回こそ実現させましょう。ありがとうございます。ネラさんどうもありがとうございました。それでは続きまして新藤さんお願いします。皆さんこんにちは。新藤と申します。本当に私はもう本当に言葉がないです。ルナもウィアンもハニンも本当にありがとう話してくれて、今私は西岸の中もガザの中もそして日本の中にいるパレスチナの仲間と一緒に立って戦っていますが、もう本当にみんなボロボロになって心と魂と体を本当に削っています。私は自分が言えることを探していますが、もう言葉がもうないです。本当にこういう恥知らずな人間に対して本当に私は怒りを感じています。この中にいる
全ての人間、私自身に対して本当に恥を感じています。目を背けるな。本当に一人ずつ、今この中にいる全員、自分自身も目を背けるな。目を背けるな。目を背けるな。私たちは絶対に今起きていることを絶対に止めます。目を背けるな。私はもう一度ハンガーストライキをします。I will do my hunger strike again. でも日本の中でも世界中でもこうやって一緒に立ってくれてる人たちがたくさんいることは分かっています。もう世界的にプロパレスタインのデモとイスラエルとかシオニズムのデモがどれぐらいの量があるかっていう統計が出てるんですけど、市民の人たちはパレスチナのために立ってる人たちがもうめっちゃくちゃ大勢います。だから10月7日からこうやって訴えて、本当にたくさんの人、普通の人々、小さな人々が声を返して立ってくださっていますが、市民の中の潮目はもう完全に変わっています。そして今まだパレスチナのことを知らない人とかにも広げていくことも命を懸けてやります、私たちは。だから本当に皆さん力を貸してほしいです。で、本当にデモに立ってくださっている皆さんにも感謝したいですし、だけど今はボイコットの運動も結構成功したりして、そこからダイベストメントといって、ここは外務省ですけど、防衛省と手を結ぼうとしている伊藤忠アビエーションとか日本エアクラフトサプライっていう場所に本当に圧力をかけるようなことを今やっています。で、私自身はもう言葉が尽き果てているけど、今こうやってパレスチナの仲間やパレスチナ人で本当に心と体と魂を削って言葉を吐いている人がいるので、自分も自分の持っている以上の力、全ての力を使って今起きていることを止めようと思います。もうこの先の人生にこれ以上重要な瞬間は絶対に訪れないと思います。今ここにいる全員、この中に入っている全員、目を背けるな。新藤さん、どうもありがとうございました。続きましてジャーナリストの有田芳生さんが来られているのでスピーチをお願いしたいと思います。有田さん、お願いします。皆さん、寒い中をお疲れ様です。有田芳生です。私はこのガザでのジェノサイド、グテーレス国連事務総長が言ったように、もはやこれは人道危機などではなくてヒューマニティの危機なんだと、人間性の危機なんだと、そういうことを皆さん方、今お話しなさった方が本当に実感を持って語られたように、外務省の人だって私たち一人一人のヒューマニティ、人間性の危機なんだということを実感として理解しなければいけないと私は思っております。今雑誌の世界で岡真理さんがイスラエルとハマスとの関係について歴史的に詳しく分析をされております。私はメディアでも仕事をやってまいりましたけれども、今の日本の報道がイスラエルの植民地主義、そのことを曖昧にするような報道がずっと続いてきた。そのことを厳しく皆さんと共に批判をしなければならないと思います。この外務省の上川陽子外務大臣はイスラエルの
幹部と会談をしましたけれども、イスラエルを批判しないというのは、これは私たちの日本が戦後ずっと今でも続けている朝鮮と台湾の戦前の植民地主義支配に対する反省が全くないということを示していると私は考えております。この日本の現実を、今回のイスラエルのジェノサイドの問題を厳しく批判すると同時に、私たちのこの日本の政治、歴史を振り返り、この日本を変えていく力にしなければならない、そのように考えております。私は先週の日曜日、八王子アクションといって安保法制が国会を通過してから、八王子の皆さんは毎月毎月100回にわたって今の日本の政治を変えようと努力をしてまいりました。私もそこに先月も参加をして、その帰り道、新宿の駅前、アルタの前を歩いていたら、皆さんと同じようにこのイスラエルの侵略をやめさせようという若い人たちがスタンディングをしておりました。私もその一員としてそこに立って道行く人に短いスピーチを行いました。多くの人、若者たちはそこを通り過ぎていくんだけれども、私はそれをずっと見ていたら、ただ通り過ぎているんではない、皆様方が今持っていらっしゃるようないろんな主張というものを若い人たちも目にしながら、気にしながら通過していってるんです。確かにワシントンに30万人の人たちが集まってイスラエルのジェノサイドをやめろという声、アメリカでもヨーロッパでも高まっている。それに比べればまだまだ私たちの運動は小さいかもわからないけれども、今ここに立っていらっしゃる皆さんの声が、行動がこれから来年にかけてまだまだ広がっていくということを私は確信をしております。一人から皆さん戦ってまいりましょう。みんなとつながって頑張っていきましょう。イスラエルのジェノサイド、侵略を直ちにやめさせる力をこれからも一緒になって広げてまいりましょう。私は今から官邸前に行かなければいけないんで、これで終わらせていただきますけれども、皆さんのこの力が全国に広がっていくということを確信をしてスピーチを終わらせていただきます。寒い中お疲れ様です。有田芳生さん、どうもありがとうございました。最後にですね、皆さんとコールを上げたいんですけれども、新藤さん、いいですか？ハニーさんやってくださる。ありがとうございます。ハニーさんがコールをしてくださるそうなので、皆さんと一緒に声を合わせていきたいと思います。ハニーさん、お願いします。Free, free Palestine! Free, 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 free Gaza! Free,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  free West Bank! Free, free West Bank! Free, free West Bank!
Ceasefire now! Woo! Yeah. Ceasefire now! 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 ありがとうございます。今日これで1時間となりましたので、これで終わりたいと思います。行動は年内ですね、またいろいろ行動取り組まれますので、皆さんぜひ参加して、で来年もお手八やりますので、諦めず頑張りましょう。このクリスマスも年末と年越しもですね、へったくれもないわけですよ、ガザが。私たちも心を合わせて絶対に停戦させるまで声を上げ続けていきましょう。ガザを孤立させない、その思いで心を合わせていきましょう。頑張りましょう。本日今日は寒い中どうもありがとうございました。参加者は500人です。参加者500名でした。お疲れ様でした。Ini harus